今ある材料で洗える立体マスクを作ってみました。昨日売ってたのがこの綿麻生地、白のちょっと薄手のさらりとした生地です。これをガーゼ代わりに使います。表はプリントコットン、これは何でもいいかと思います。白いマスクを作りたいときは表も裏も同じ綿麻の生地で作るとシンプルな白いマスクができます。あと裏生地にガーゼの代わりにこういう食器用の布巾、必ず 100% コットンのものを使います。これも使って作ってみました。ちょっと伸びるので縫いにくいですが、こんな感じ。これを裏に使いました。個人的にはそんなにガーゼにこだわらなくてもどんな布でもいいかなと思います。次に、ゴムがなかったのでニットヤーン、こんなのも買ってみましたが、ちょっと伸びが悪いし売ってないところもあるみたいなので、これはちょっと今回はおすすめしません。で、このダイソーで売ってた普通のニット生地です。生地売り場にありましたが、これが一番本当はいいです。でもこれもないかもしれないので、ヒートテックやエアリズムなど古くなったインナーを使ってみようと思います。今回は色味的に白がいいので、こちらのエアリズムを使います。4枚重ねにして、これが縦が伸びる方向になります。1.5 センチ幅で切り取ります。ハサミを入れるときはなるべく大きく開けて1回でたくさん切るようにするとギザギザになりにくいです。端の縫い代のところをカットします。2本できているので、これを端と端を持ってビューッと伸ばします。たら紐状になるので、これをゴムに使います。型紙はダウンロードして使ってください。前回の使い捨てマスクと同じようなラインにしました。縫い代は含まれているので、型紙通りに切って使ってください。まず表布にする布を広げて、その上に裏布を重ねます。半分に折って、ここに型紙を置いて型紙通りに切り取ります。型紙通りに切りました。そしたら表同士裏同士を中表に合わせて、前のカーブのところを 5mm の縫い代で縫います。次にこのカーブがちょっと急になっている鼻の部分を上にして開いて、表側から端ミシンをかけます。今回は左側に倒します。右でもいいですが、裏も表も同じ方向に倒します。手縫いの時はこの工程は飛ばして大丈夫です。横に引っ張るようにして止めてミシンをかけて、また横に引っ張ってこのように縫い進めます。裏側も同じように左側に倒して縫っていきます。次に両端を内側に1センチ折ってアイロンを当てます。裏地も同じように、こっちが表なので裏側から1センチ折ってアイロンを当てます。生地を中表に合わせます。このカーブのある方が鼻なので同じ向きに合わせて、真ん中を合わせてクリップで留めます。上下を 5mm の縫い代で縫います。この両端を折ったところは折ったままの状態でこのような感じで縫います。この裏の方、ガーゼを使ったり
綿麻の生地を使ったりしてますが、裏の方は少し見えるぐらいにすると仕上げた時にすっきりします。上と下を5ミリの縫い代で縫いました。次に表に返します。横から2本指を入れて先まで出して、これをちょっと指でつまんで引き出します。指を入れて中のカーブを指でこうしごくようにして出します。アイロンで整えます。両端もアイロンで押さえておきます。上下に端ミシンをかけます。手縫いの時はこのままでも大丈夫です。上と下の端ミシンをかけました。両端を内側に2センチ折り込んでミシンで縫います。上の端から縫い始めるとちょっとこれがずれてしまうことがあるので、折り目のちょっと内側のあたりから返し縫いをして縫い始めます。ここにゴムを通して出来上がりです。このエアリズムを使ったゴムはだいたい25センチずつぐらいに切って、でちょっと仮結びして調整してみてください。長さが決まったらちょっと先をカットして内側に入れます。